ワルツのインタビューチャンネル。はい、それでは第2部、お仕事探訪編ということで、今度は鍋ゆきさんのお仕事をいろいろ伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、さっきもですね、もともとコンサルティングというのもありましたけど、今は基本的にはプロコーチとか、あとプロコーチのトレーナーですよね。と、あとなんかすごいお子さん3人いらっしゃるということで、子育てというか、家事もやっぱり大事なというかですね、すごいお仕事だと思っていて、その辺どんな風にされてんのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いいですか？そんな感じで伺ってみて。もう話しますよ。はこういうことってね、なかなかオープンにすることがないので、い。うん。恥ずかしいんですけど、でもなんかね、バラエティが広がってお役に立てばはい。嬉しいなと思ってます。そうですね、そうですね。なんかモーニングルーティーンじゃないですけど、別にモーニングルーティーンは多分聞かないと思うんですけど、はい。人のね、家事ってどうしてんのかなって、あんま知らないっちゃ知らないからですね。じゃあ、早速で、まずですね、コーチングっていうところでいくと、ただコーチングはね、これ見てる人がプロコーチさんも多かったりとか、もしくは割と今までもこのチャンネルの中でもコーチっていう職業は、取り上げてきてるので、もううん。コーチングはもう割愛的な感じでいこうかなと思うんでうん。すけど、うん。ちなみに鍋ゆきさんとしてのコーチングってこんなものって説明ってどんな風にされてますか？そうですね、コーチング全く知らない人に説うん、明するときには、やっぱりね、どうなりたいのかとか、うん、困ってることとか悩みとか、生きてるとね、必ずあるじゃないですか。うん、で、一人だとやっぱり形にできなかったりするんだけど、その伴走者として、聞かせてもらう、本音とか、どう思ってるのか聞かせてもらうことで、で、行動ができて、で、そのうん。行動することによって変化が生まれてきて、願ってることが形になるよっていう、対話というか、この話をしていくっていうのがコーチングですというふうにおうんうん。伝えしてます。うんうんうん。そう、なんか急に今の聞いて思ったんですけど、うん。プロコーチと言われる方って当然もう100人、1000人というか、いっぱいいるじゃないうん。ですか。鍋ゆきさんのコーチングの特徴ってどんななんですかね？僕も今コーチング受けてますけど、うん。そうですよね。言っても僕もらっても全然いいかなと思うんですけど。どうですか、チカラさん。私のそうですね。コーチとしての特徴は。なんですかね。なんか突き抜けてますよね。突き抜けてるなって僕は印象を持ってて、なんかあんまね、すみません、ここはあんま間を作る場所じゃないんですけど、なんだろう、一個一個の毎回ね、1時間ぐらいお話しして、で、僕の場合は翌月またお話ししてってやってますけど、一個一個の推進力が強いなって、鍋ゆきさんのコーチングは思いますね。なんかうん。いろんなね、なんか温かいコーチングとか、いろんなコーチングってあると思うんですけど、鍋ゆきさんの場合なんか推進力があるっていうのが今浮かんできましたね。ありがとうございます。そんな感じです。自分でもやっぱり、コーチングの中に、やっぱ、行動を進めるっていうのがあるんですよね。うんうん。なんか話して気がついたで終わらせないっていうのがコーチングなので、うん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 。行動が本当に自分も思いもよらない行動、自分がクライアントだとしたら、思いもよらないし、やってみたらいいな、できたらいいなってことができたら嬉しいじゃないですか。そうですコーチね。冥利につけるから。うんうん。なので思い切った挑戦とかをね、結構笑いながら言ったりします。今やってくださいとかね。そうですね、そうですね。いや、そう、でもなんか、ちょっとこの場でシェアしよう。なんかこのうん。インタビューチャンネルっていうのはもともと僕が一人でやりたいと思って、ね、うん。聞きたい人のとこに IC レコーダーだけ持って、気楽に行ってたんですよね。それがちょっと一人でやるのがしんどくなってきたっていうのがコーチングの中でのテーマとして僕が出うん。して、で、それをコーチである鍋ゆきさんとの関わりの中で、あの、別にね、これもコーチから促されたわけじゃないんですよね。自然と喋ってうん。て、人のヘルプが欲しいと思って、じゃあ Facebook でアップするっていう、うん。やっぱこれで助けが来なかったらやっぱ恥ずかしいみたいなのも人間あったりするんうん。ですけど、うん。それをコーチの方が支えてくれながら、Facebook でアップするっていうことをした結果、こうやって今ね、アイダデザインさんのママさんチームがこれ撮影してくれてるんですけど、そういうのがなってるっていうのを今こうやってコーチング、今ね、こうやってインタビューしながら思い出しました。こういう結果になったりするんだなというところですよね。
そうはい。ですね、本当に。なので、思ってるけど、普段だったらやらないっていうことができる。うん。それは一うん。人じゃなくて、やっぱり誰か本当に見ててくれる人がいるから、思いっきり飛び込めるっていう、うん。そんなね、こう関係性が支えてくれてるもんだと思います。はい。ありがとうございます。お世話になっております。で、で、そんなプロコーチと、もう一個、コーチング周りの部分でいくと、プロコーチのこのトレーナーですよね。はい。トレーナーをだからさっきの話でいくと、もう10年以上やってると。そうですもね。そういうことになりますね。う、ね、プロコーチをうん。育てる人ですもんね、簡単に言うと。まあ、その育てるというそうです表現がいいかそうです。わかんないですけども、うんうん。ね、ここって結構ほら、あんまり明かされてないじゃないですか。まあ、あんまり明かされてないというか、どんな感じなんですかって、僕はちょっと聞いてみたかっうん。たのが、はい。なんだろうな、当然、まあ、プロコーチ、僕もプロコーチの資格は持ってますけど、やっうん。ぱりそういうトレーナーさんとかにいろいろフィードバックもらったりして学んでいくわけですよ。でも、うん。トレーナーさんたちってどうやって自己研鑽してるんですか？そうです。それもやっぱりこう、コーチングを例えばさっきスーパービジョンって言ったんですけど、自分がやってるコーチングを録画させてもらって、で、スーうん、パーバイザーに聞いてもらって、フィードバックをもらうっていううん、うん。ことじゃないですか。はいはいで、はい。これをやっぱり自分だけで終わらせないで、誰か違う人にフィードバックをもらうっていうのはすごい貴重だと思うんですよね。うんうん。なので、それをやっているスーパーバイザーは、私もスーパーバイザーやってますし、うん。例えばワークショップのリーダーやってたり、それ自体にもやっぱフィードバックをしてもらう、うん。そういう風な人がいて、で、トレーニングを受け続けるっていうことがすごくこう大切なことで、で、それをこうやっていくっていうことが、ある意味変な言い方ですけど、飽きないんですよね、やっぱり。へ仕え。事が飽きない、いつまで行っても終わらないんだけど、そこにすごくこう自分が成長を感じたり、うん。人の役に立ったり、もっとその先があるなっていうのを実感できる、そういう機会になっていて、うんうんま、そうん。れがなかったらもうこの仕事を続けられないし、あといろんな仕事もそうだと思うんですけど、うん。やっぱりもうここまでできて、なんか楽にできて、あんまりこう、そのままでいいんだっていう感じになったら、きっとなんかその仕事ってつまんなくなっちゃうんじゃないかなって。うーで、人にん。役に立たなくなっちゃうんじゃないかなと思うので、フィードバックはやっぱり毎年受けたり、トレーニング受けたりとかっていうのは続けてやっています。これ横のうん。人同士でフィードバックをしたりしてもらったりっていううん。ようなところで学び合ってるうん。磨き合ってる感うん。じなんですか？多分それも、ま、大事だなと思うんですけど、うん。やっぱりその自分よりも経験のある人とか、変な言い方ですけど、視座が高い方ほうほう。からフィードバックをもらったり、そういう人と一緒に仕事をする経験っていうのは自分をすごいストレッチさせてくれるなって思ってるんですよね。うん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 。なので、例えば日本では結構私シニアなので、かうん。なりこうフィードバックする側なんですけど、うんうん。ま、その中でも海外のリーダーだったり、一緒あにリードあ。をしている人からフィードバックもらったり、その人の素晴らしいものが一緒に仕事をすることで、なんて言うんでしょう、こう自分の中に入ってくるし、それが日うんうん。本でも活かされて、他の人の役にも立つっていうような、うんうん。なんかそういうこう、韓流っていうのかな、うーなんかこう循環していく感ん。じ、うんうそれんうん。がすごくこうよどみのないエネルギーになってくるんじゃないかなって、感じて、私はそれをなんか実践させてもらっています。なるほど。じゃあ、だから日本の中で、じゃなかったらもう海外の人からフィードバックもうん。らったりとかっていうことなんですね。そうですね。へえ、なるほど。ちなみに本当に何度も言いますけど、私英語ペラペラじゃないんでね、なんですけど、それもストレッチですよね、やっぱり自分のチャレンジ。ああ、なるほね。ど。コーチはい。としてクライアントさんにチャレンジっていうかね、挑戦を思いっきりできるように、自分も常になんかこう挑戦をするってなんか素敵じゃないですか。そうですねそうでうん。すね。聞いていいのかな？過去になるかもしれないですけど、海外のはい。方にもコーチングをしてるわけですよね？したこともあるし、でもあんまり上手じゃないんで、英語が。ああ、そうなんですね。あの、でも言葉だけじゃないんでね、コーチングは。うん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 。うん。なるほど。本当にそれでもコーチングができるっていうのはあると思います。はい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 。で、うん。聞くの順番逆になっちゃったんですけど、そのトレーナーっはい。てどんなことしてるんですか？そういえば。それを聞くの忘れです。うん。いいですね。トレーナーの仕事ですね。はい。いくつかの学びのタイプっていうのがあるんですけど、ほう。
子供が学ぶってやっぱり遊びながら学ぶとかっていうじゃないですか。うん。で、学ぶ、真似るみたいなところがあると思うんですけど、はい。そんな風にこう一緒に学ぶ仲間と、私やもう一人、トレーナー、コーリーダーっていう人がいるんですけど、うん。そういう全然違うタイプの人たちが集まって、実際に体験学習って言われる、なんかちょっと違うエクササイズ、いろんなことをやることで、そのコーチングの筋肉をつけていくっていう風な、ワークショップっていう形式があるんですね。はい。それって研修で、例えば会計の対策対照表について学ぶみたいな学びとは全然違って、うんうん。体を動かしたり、実際に自分ができないことをやってみたりっていうふうなことを、体を動かしたり実際にやりながら学んでいくやり方がワークショップなんですけど、うん。そういったことをエクササイズだったとか学びを引き出したりとか、それをうまくいってることをうまくいってるよ、でうまくいってないことはこうだからこうしたらいいよっていうふうに伝えながら学びを全体で作っていくっていう、それが、トレーナーの一つの役割です。うん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 。他にはどんな？他にはですね、先ほどお伝えした資格サーティファイドプロフェッショナルコーアクティブコーチっていう、そういう認定資格があるんですよね。100時間のコーチングやったり、いろんなトレーニングの要素があるんですけど、口頭試験を受けて合格するとか、そういったことをトレーニングするコースのトレーナーもやっていて、そういった場合には、その技術とか内容を実際に Zoom を使って10人ぐらいのメンバーに対して6ヶ月間定期的にお伝えしたり実践してやってみたりとかっていう、そんな風なことをやっていたり、あとはさっき言ったスーパービジョンのようなフィードバックしてみたり、そっか。で最後にはね、口頭試験っていう実技の試験があるので、コーチングの、その試験をやったりとかっていう、そんな風な本当にプロのコーチを育成していくっていう上での学び、大学院レベルって言ったりするんですけど、それまでが大学のレベルだとすると、なるほど。そんな風な違いがあるゼミみたいな形のものも提供してやってます。なるほど。あとですね、そういうコーチングとかプロコーチのトレーナーというところを伺ってると、すごい忙しそうに思えるんですけど、でもね、後ろの背景にも部屋があるように、家があるように、当然そこはなみゆきさんの城なわけですよね。お子さん3人いらっしゃって。はい。で、家事っていうのもやっぱりすごく大事なお仕事としてされてるのかなと思うんですけど、どんな風に仕事と両立してるんですか？そうですね、うちは結構私の両親と同居をしているので、その辺本当に助けてもらっているので、家事してるなんて言ったら普通のお母さんに怒られちゃうかなっていう感じの程度しか本当にしてないんですよ。なので、本当に子育て、子供のことをやって、でかつあるじゃないですか、日々の布団を干すとかね、布団を干したり、子供のご飯、お弁当をちょっと用意するとか、そういうふうなことは普通に当たり前に朝やっていて、でいいところはですね、やっぱりこれコロナじゃなくてもオンラインでできる仕事が多いので、なので例えば1時間お仕事あって次のお約束の間に30分あるとか1時間あったりすると、その間にちょっとトイレ掃除をしてみるとか、ちょっとお仏壇の掃除、あと布団を干したり入れたり洗濯をしたりとかっていうことができるので、なんて言うんでしょうね、行ったり来たりがすぐにできるような働き方ができていて、それはね、きっとこれからの働き方だったり、お子さんがたくさんいたり、例えば介護がある方とか、いろんな家庭の事情があったりする中でも、働きやすい働き方をしてると思います。いいですね。なんかいい気分転換になりそうですね。もう本当そうです。ちょっと参考にします。ありがとうございます。でも男性もそうですよね。これ女性だけじゃなくて、やっぱりずっと同じことをやってるって、役割とか、あとは感謝の気持ちとかが薄れたりするじゃないですか。役割が明確に分かれて、自分は家事をしないとか、お皿洗わないとか、料理しないとかね。だけどたまにそういうことをやってみると、こんなに大変なんだなとか、ちょっと自分がこれはできるからやろうかなとかね。そんな風にも家族の中で支え合いができるので、リフレッシュとともにね、そういうことをできる時に隙間時間でできるっていうのはいいなって本当思いますね。なるほど。
普段はオンラインで仕事をしてるんですけど、本当に時々がっつりと1週間ぐらい、アメリカとか行くとどうしても10日ぐらい彩りをね、人生の中に与えてくれてるなっていうふうに感じています。人生の中でやっていきたいことみたいな。大丈夫大丈夫、私もまだマタニティリープ中だからっていうふうに